これでオールドファッションの完成しました。マスター、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様。営業終わりでお願いしたいことがあるんですけど、何よ。今回、またマスターにぜひテイスティングしてほしいというウイスキーが送られてきてるんですよ。俺でいいの？ありがたいことに。俺でいいんだ。はい。嬉しいね。じゃあテイスティングする？じゃあするって言いました。じゃあちょっと頼むよ。どういうやつ？こちらのウイスキーになります。ワイルドターキーロングブランチ。ケンタッキーストレートバーボンでね。このワイルドターキーロングブランチは、アメリカンホワイトオークとテキサスメスキートの炭を使った2段階のチャコールフィルタリングにより、軽いスモーキーさとスムーズな口当たりを実現。イオン限定で、最近発売になったウイスキーということらしいです。イオン限定ってことでイオングループで売ってるってことなの？らしいです。面白いね。このテキサスメスキート、メスキートっていうのは自分はちょっと耳なじみのない言葉だったんですけど、なんか調べたら、アメリカ南西部やメキシコの乾燥地帯に生息しているマメ科の木、耐久性のある木材は古くから生命の木として生活に利用されてきた。すごいね。それを使ってろ過するっていうか、フィルターかけるってことだろ？そうみたいですね。なんかこのメスキートのやつを使うことによって少しスモーキーな風味が加わっているらしいです。この特徴ということなので、今日はぜひこのロングブランチをテイスティングしてみていただきたいなと。香りはね、優しいね。ワイルドターキー、例えば8年とか12年はさ、もう強いんだよ、香りが。グッとくるけど、これは優しいね。そこまで主張がないっていう言い方じゃなくて、優しくまとまってるウイスキーの香りがするね。スモーキーさとか感じられました？そこまでスモーキーじゃないね。ただ飲んだ後の抜ける感じはスモーキーがよく残ってるね。だから最初のこうファーストアタックはもう全然そんなスモーキーさが強いとか、そういうのはないね。ただ柔らかい感じ、とってもスムースにこうスッと入ってくるんだよ。でアルコール度数もそこまでこう強くない感じなんだけど、ぐっとこう最後鼻から抜ける感じはしっかりしたバーボン。最初の印象と違う、香りの印象と味の印象ちょっと違うかもしれない。途中がほんとバニラみたいな甘さがあるんだね。バーボンだなって感じするね。このロングブランチのアルコールの度数は何ですか？43度だろ。86プルーフ、アメリカンプルーフだね。86ってことは割る2で考えたら普通の日本のアルコールパーセントが出るからさ。86割る2は43じゃん。だから日本だと43。100プルーフってのは、50度みたいなさ。101のターキーなんて101は 50.5 度だからさ。なるほど。よし。やっぱスモーキーさが出るね。樽の焦げた感じとはちょっと違うね。どっちかってちょっと甘苦いがまとまってるのがバーボンのイメージなんだよ。なくてなんかちょっと本当確かに不思議なスモーキーさがあるね。でもスモーキーってだってそんないぶしたようなアイラ島のウイスキーみたいな感じじゃないんだよ。でも甘さがやっぱ際立つわ。ロックにすると、断然ロックだね。これ冷えるとうまいな。ワイルドターキーっていうと 50.5 度のイメージがあるんですけど、それにしても度数も優しいですよね。43度の割にはワイルドだよ。
の割にはワイルド。イオンで書いてほしいね。の割にはワイルド。ちょっと飲んで、うわー甘いな。で、スッと、冷えた感じ美味しいね。で、チューッとスモーキーさが出てきて、まとまりが割とどっかすっきりはしてるけど、でも、の割にはワイルド。の割には本当ワイルドだなって感じするよ。最後43度の割にはワイルド。連呼するけど。よし、じゃあちょっといい？飲んで。お願いします。お願いされると飲むしかねえもんな。よし。また印象は違います。全然違うね。ドライだね。ドライ？あ、分かった。ドライに感じるのはこのスモーキーさがなんていうの、心地のいい苦味みたいな感じに感じるんだよ、割と。それが甘さじゃなくて苦味だからドライに感じるっていう。これなかなか面白いソーダ割りだね。あ、これソーダもおすすめだね。なんかちょっと本当に肉食いたいね。お肉、スパイシーな肉食べたい。ガブッといってガブッと飲みたいね。お食事に合いそうな感じはすごい出てるね。ハイボールになると。これ面白いね。そんなに安酒じゃないんだろこれ。一応5500円。5500円。はい。55です。悪くないね。そうですか。値段的にも。この味だったら、まあでもちょっとロックがびっくりしてる。このウイスキーを単体で楽しむならオンザロック。ロックおすすめだね。食べ物と合わせるんだったらソーダ。食べ物に合わせるんだ。そうだね。でもやっぱりどっちかっていうとこれお家で飲む感じじゃない。そうですね。だからまあそう考えたら、値段も俺はちょうどこの味と値段のバランスはいいと思ってる。飲んだ感じはね。バーボンいいですね。バーボンな、すごいいいよな。うまい。今回、テイスティングしてほしいっていうのはこのロングブランチだけだったんですけど、ボトルがリニューアルしたっていうことで、もう一本送っていただいたの。ワイルド？はい。で、スタンダード、今までもあったやつらしいんですけど、はい。このスタンダードは、別に中身が変わったわけじゃなくて、ボトルリニューアルなので、テイスティングをしてとかっていうことではないんですけど、こんなになりましたっていうことで。そうなんだ。これってアルコールの度数は何度なんですか？これは一応表記では40度って書いてあるけど、まあ81プルーフだから、まあ正確に言うと 40.5 度。40.5 度。なるほど。じゃあこういうのは本当あれだね。ちょっとバーボンをベースのカクテルで使えるっていうかさ。バーボンベース？バーボンベース。バーボンベースって割とアメリカの人とかさ、バーボンベースのカクテルが好きだったりするからさ。そうなんですか。やっぱ皆さんやっぱ注文多いよ。やっぱ外国の人なんか、アメリカから来る人なんか。やっぱり一番有名なのはあれじゃん。まあ有名なのは多分人気がある。人気。だったらオールドファッションじゃないかな。オールドファッション。オールドファッションとオールドファッションドンが正式。それはやっぱ人気あるんじゃないかな。相当多分上位に食い込んでるカクテルだと思うよ。そのオールドファッションドを今日作っていただくこともできますか？これ作ってみたいね。いいですか？ちょっと作ってみようよこれ。いいんですか？良さそうじゃん。完成しました。ちょっとテイスティングを上手。いいね。よく合うね。軽い感じのバーボンで。本来ならばお客様が
ご自身でこうジュースをね絞って自分で味を整えて飲んでいただくようなカクテルだけど、まあうちの場合はもうこうやって初めから、まあ味整えてお出ししちゃうから、だからちょっと今みたいなちょっと作り方になっちゃうんだけど、俺も一応オールドファッションとして、うちでこう作ってる感じなんだけど、スムースな仕上がりだね。このバーもよく合うね。ああ、そうですか。なんかフルーティーに仕上げるにはちょうどいいかもしれない。オールドファッションがシングルモルトウイスキーじゃなくてバーボンを使うっていうのはなんでなんですか？なんでか。なんでだろうな。やっぱアメリカの発祥のカクテルだからじゃねえかな。やっぱアメリカって言えばバーボンみたいなとこあるじゃん。アメリカのバーで作られたんじゃないかな。割とクラシカルなカクテルだからね。カクテルとしてとても馴染みのいいバーボンだね。馴染んでくれるっていうか、味を探るんじゃなくてこう自由に作れる、割とニュートラルなバーボンみたいなね。なるほど。じゃあマスター、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。今日はロングブランチのテイスティングと、あとはオールドファッションのも今日は作っていただきました。でもなんかこういうの作れたら嬉しいね。あ、そうなんですか。やっぱりこういうのでどういう風な味になるか知りたいじゃない。匂いいかなきゃじゃん。そうですね。いつから売ってんのこれって？いつから？もう多分発売されてます。あ、本当。はい。じゃあいつ行ってもあるんだね。そうですね。本当。いいね。ターキーロングブランチ。ロングブランチ。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日はワイルドターキーロングブランチ、そしてオールドファッションでした。ありがとうございます。ありがとうございました。よし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 。はい。やっぱ美味しい俺のカクテル。本当にバランスがいい、非常に。たこ焼きもそうじゃん。たこ焼きも？熱々もいいけど冷めた時美味しいって本当に美味しいみたいなさ。そうですね。そういう世界だからもうワイルドターキーのおかげと俺のおかげみたいな感じ。何対何のおかげですか？どっちのおかげ？それは50-50だろ。50-50。やっぱ思ってることを口にすりゃいいってもんじゃねえから50-50だよ。思ってること違うみたいじゃないですか。まあな、それもまずいよな、まだ。